球の皆さんこんにちは、デツくんと申します。今日は帰ってきたウルトラマン最強怪獣ランキングトップ10の改訂版です。ルールはいつも通り怪獣の知名度や個人的な好みは関係なく、作中での戦闘シーンを参考に純粋な強さで順位をつけています。すでにメンバーシップ動画では、11位から15位の動画を公開しています。帰ってきたウルトラマンランキングありえないぐらい激戦だったので、5位から10位まではほぼ同等と思っておいてください。それでは順位発表です。どうぞ。10位は第24話に登場したマンション怪獣キングストロン。弱そうな二つ名とは裏腹に、帰ってきたウルトラマンをかなり苦戦させた強豪怪獣。頑丈な甲羅に頭の角、ウルトラマンをダウンさせた破壊光線や火炎放射などの遠距離攻撃、さらにはブレスレットを使われそうになった際に見せたスピード、スペシウム光線に耐える耐久力など総合力がかなり高い怪獣です。最後に弱点を教えてもらわなければどうなっていたかわからなかったほどの強さを見せたキングストロンが10位にランクイン。9位は第16話17話に登場した始祖会長テロチルス。空中戦でウルトラマンと互角以上にやり合い、最終的に一度は退けることに成功した強豪怪獣です。シンプルな空中戦での強さに加えて、スペシウム光線の直撃を2度も余裕で耐えるほどの耐久力や、チルスガスや鼻からの光線など遠距離攻撃の手段も複数持っています。シンプルに羽で起こす突風や飛行からの突進なども強力で、総合力、特に空中戦での高い実力を評価してテロチルスが9位。8位は第40話に登場した雪女怪獣スノーゴン。スノーゴンといえば何といっても一撃必殺に近い圧倒的脅威の凍結スノーフリーザーが大きな武器です。というか、この技が本体と言ってもいいほどのとてつもない技で、食らえば大体の敵は負け確です。インチキじみたウルトラブレスレットの能力で凍結は解除されてしまいましたが、実質1回勝っていると言っても過言ではありません。ただそれ以外の能力が並かそれ以下なので、スノーゴンは8位にとどまりました。7位は第26話に登場した昆虫怪獣ノコギリン。ウルトラマンと互角かそれ以上に戦える近接戦闘能力や高威力の破壊光線、スペシウム光線に耐える耐久力、マットの助けがなければウルトラマンが自力で抜け出せないほど強力な角か顎でのハサミ攻撃など、多彩かつ強力な能力の数々でウルトラマンをあと一歩のところまで追い込みました。耐久力、遠近での攻撃力などバランスが良く汎用性が高い性能をしている強豪怪獣ノコギリンが7位にランクイン。6位は第28話に登場した台風怪獣バリケーン。大規模な台風を起こす天候操作能力やスペシウム光線をも吸収する能力、触手での攻撃や高威力の電撃攻撃やガス攻撃など近距離遠距離それぞれで強力かつ多彩な能力を持っていて、飛行能力もあります。それらを駆使して地上でウルトラマンを圧倒して一時ボコボコにしました。地上空中近距離遠距離それぞれでハイレベルな戦いができるオールマイティな強豪バリケーンが6位にランクイン。5位は第44話に登場した輪行怪獣グラナダス。近接戦闘能力はウルトラマン以下で、パワーやフィジカル面では目立った武器はないものの尻尾での攻撃は強力です。一番の武器は炎を使った攻撃で、口から吐く劣化輪光弾、目からも鬼火のような輪光を出せて、その青い炎が最大の武器です。その炎を一度浴びるとまともに戦えなくなり、当たれば実質勝ちと言っても差し支えないほどの超強力な技です。しかも炎なので対象に直接当たらずともフィールドを燃やして設置トラップ的な使い方もできるえげつない技です。その炎を使い帰ってきたウルトラマンを敗北寸前まで追い込んだグラナダスが5位にランクイン。4位は第18話に登場した宇宙大怪獣ベムスター。作中最強クラスの近接戦闘能力で帰ってきたウルトラマンをボコボコにし、吸引アトラクタースパウトでスペシウム光線を吸収し、ウルトラマンの心を折ってメンヘラ化させてしまうほど圧倒しました。
飛行能力があるのはもちろん、地上でもかなり俊敏な動きができる素早さ、遠距離攻撃の手段もあり、極めて高水準な総合力を誇っています。ウルトラマンを圧倒し、あのウルトラブレスレットを授かるきっかけを作った強豪怪獣、ベムスターが4位にランクイン。3位は第21話に登場した電波怪獣ビーコン。スペシウム光線と相殺できるほどの威力を持つ目から放つレッドアイビーム、そして腹部から放つ閃光は一撃で帰ってきたウルトラマンを気絶させるほどの高威力を誇っています。シンプル飛行能力に加えて常にふわふわ浮いていて俊敏性も高く、この見た目でウルトラマンの打撃を弾き返すフィジカルの強さも持っています。ブレスレットの反則レベルの能力によって敗れはしましたが、全能力ほぼ隙がないと言ってもいいほどの強豪怪獣ビーコンが3位にランクイン。2位は第23話に登場した暗黒怪獣バキューモン。宇宙の天体を吸収しながら無限に大きくなり、地球を角砂糖のサイズにしてしまうほどの意味不明な圧力を持つというバグった設定のぶっ飛んだ強豪怪獣。内部の耐久力がかなり低いという弱点があるものの、ほとんどの怪獣はほぼ何もできずに敗北するほどの圧倒的なスケールの大きい強力な能力を持っています。実際のシーンと戦闘をどういうバランスで考慮するかで強さに振れ幅がありそうですが、高い確率で3位以下の怪獣たちよりは強いであろう問題児バキューモンが2位にランクイン。1位は第35話に登場した光怪獣プリズマ。物体にまで圧縮された光の塊で、最強の武器プリズマ光線は食らってしまうとプリズマに吸収されるか消滅してしまうという一撃必殺のチート性能です。それに加えて帰ってきたウルトラマンの打撃をフル無視できるほどの圧倒的なフィジカル、触れた敵を焼く高熱の体、敵を吸い寄せるビーム、敵に接近すら許さない反射する光のビームなど、これでもかというほどの圧倒的な強さを誇っています。ギリギリの賭けに勝ってなんとか倒すことができたラスボスクラスの猛者プリズマが堂々の1位。はい、いかがだったでしょうか。かなり旧ランキングと入れ替わりがあったと思いますが、あまりにも混戦すぎるので5位以下はもうほぼ同じ強さということでいいと思います。メンバーシップで公開している11位から15位までの怪獣たちを含めてほとんど差はないという感じです。次はエースの改訂版をやろうと思います。ここまでご視聴感謝です。さよなら。